C、C++言語の最難関と言われるポインターですが、ポインターを理解するには、ポインターをイメージできるようになることが大切です。ポインターは、データを記録するメモリーのアドレスです。アドレスは、0番地、1番地、2番地といった整数です。ポインターを図で表すときは矢印を書きます。もう一つ重要なこととして矢印の先に枠がついています。以前、データ型の説明をするときにメモリーにデータを記録するためには枠が必要であるという話をしました。この枠にはキャラ型の枠、イント型の枠、ダブル型の枠というようにデータ型に対応した枠があります。コンピューターはこの枠を通してデータを記録します。データはこの枠がないとメモリーに記録することができません。ポインターを示す矢印の先には枠がついていて、この枠を通してメモリーにデータを記録したり、データを読み取ったりします。ポインタをイメージするとき、矢印の先にデータ型の枠がついているということを覚えておいてください。次に、ポインタの求め方を説明します。ポインタは2つの方法で求めることができます。AND演算子を使う方法と配列名を使う方法です。まず、AND演算子を使う方法を説明します。変数名の前にANDを書くと、ポインタになります。ここでは、変数 x、変数 y、変数 z がありますので、AND の x は、x の箱を指すポインタ。AND の y は、y の箱を指すポインタ。AND の z は、z の箱を指すポインタになります。配列の要素の箱を示す a、角括弧0の前にANDを書くと、配列 A の0番目の要素を指すポインタになります。同じように、1番目の要素を指すポインター、2番目の要素を指すポインターも、ANDを使ってポインターにすることができます。B 配列の要素を指すポインターも、このように作ることができます。C 配列も同様です。次に、配列名を使う方法を説明します。配列名の A と書くと、A 配列の先頭要素を指すポインターになります。A プラス1と書くと、要素番号1の要素を指すポインターになります。A プラス2と書くと、要素番号2の要素を指すポインターになります。同じように、B と書くと、B 配列の先頭要素を指すポインターになります。B プラス要素番号と書くと、要素番号に対応した要素のポインターになります。C 配列も同様です。次に、ポインターのデータ型について説明します。ポインタのデータ型は、
ポインターの指す先のデータ型にアスターをつけたデータ型になります。キャラ型を指すポインターのデータ型は、キャラアスター型です。イント型を指すポインターのデータ型は、イントアスター型です。ダブル型を指すポインターのデータ型は、ダブルアスター型です。次に、ポインター変数について説明します。ポインター変数とは、ポインターを入れるための変数です。ポインター変数宣言は、ポインターが指す先のデータ型を書いて、変数名の前に、アスターを書きます。イント、アスター、p セミコロンと書くと、p という名前の箱が用意され、箱のデータ型がイント、アスター型になります。キャラ、アスター、p、カンマ、アスター、r、セミコロンと書くと、q という名前の箱と、r という名前の箱が用意され、それぞれの箱のデータ型は、キャラ、アスター型になります。ポインター変数宣言で注意しなければならないのは、2つのポインター変数を一度に宣言するときの書き方です。変数名の前にアスターがないと、アスターのついていない変数は、ポインター変数ではなく、普通の変数になってしまいます。この例の場合、変数 r は、キャラ型の箱が用意され、ポインターではなく、文字を入れるための箱になってしまいます。ポインター変数宣言で用意したポインター型の箱には、ポインターを入れます。ポインターは、AND を使う方法と、配列名を使う方法があります。ここでは、AND を使う方法で、ポインターをポインター変数に入れています。ポインター変数 p には、変数 x を指すポインターを入れ、ポインター変数 q には、変数 y を指すポインターを入れ、ポインター変数 r には、変数 z を指すポインターを入れています。こちらは、2つ目の配列名を使う方法です。ポインター変数 p には、配列 A の先頭要素を指すポインターを入れ、ポインター変数 q には、配列 B の先頭要素を指すポインターを入れ、ポインター変数 r には、配列 C の先頭要素を指すポインターを入れています。ポインター変数に、ポインターを入れるイメージですが、矢印を入れるのではなく、矢印の根元を、ポインター変数の箱に入れるイメージになります。矢印が指している箱は、そのままになっています。このように、ポインターが、ポインタ変数にセットされると、ポインター変数が、何かを指しているイメージになります。イント型を例に、説明します。この変数宣言で、変数 x と変数 p の箱が用意されます。変数 x はイント型、変数 p はイント、アスター型のデータを入れる箱になります。AND x は変数 x の箱を指すポインターで、これを変数 p に代入します。
すると、P の箱に矢印の元が入り、変数 P が変数 X を指すような矢印になります。こちらは、イント型の配列の例です。変数 P に A を代入するイメージは、A というポインターを示す矢印の元が変数 P の箱に入り、変数 P が配列 A の先頭要素を指す矢印になります。変数 P に A プラス1を代入すると A プラス1という配列 A の1番目の要素を指すポインターの元が P の箱に入り、変数 P が配列 A の1番目の要素を指す矢印になります。A に2を足した場合も同じようなイメージになります。ポインタに1や2を足した例を説明しましたが、ポインタ変数はインクリメントすることができます。イント型を例に説明します。変数 P に A をセットすると、ポインタ変数 P は配列 A の先頭要素をポイントします。次に P をインクリメントすると、P に1を足したのと同じで、配列 A の1番目の要素をポイントするようになります。さらに、P をインクリメントすると、次の要素をポイントするようになります。こちらは、A に2を足したポインタを変数 P にセットしています。すると、変数 P は、配列 A の2番目の要素をポイントします。P- イコール2とすると、2つ前の要素をポイントするようになります。次に、ポインタ同士は、引き算することができます。この部分が、ポインタ同士の引き算になります。変数 n に何が入るでしょうか。ポインタ変数 P は、配列 A の5番目の要素をポイントしています。ポインタ変数 Q は、配列 A の9番目の要素をポイントしています。変数 n に Q-P をセットしていますが、この Q-P の意味は、2つのポインタの間の要素の数という意味になります。ですので、答えは4です。計算式で求めることもできます。Q に A プラス 9、P に A プラス5をセットしていますので、Q-P は A プラス Q-A プラス5です。A-A で A は消えますので、この式は Q-5 です。なので、答えは4になります。こちらは、ポインターの加減算のまとめです。配列要素を指すポインターは、加減算できます。ポインターに整数を加減算すると、指定した数の要素数分、ポインターが移動します。同じ配列要素を指すポインター同士は引き算できて、ポインター間の要素数になります。次に、ポインターの指す先について説明します。ポインターを使って、ポインターの指す先にデータを入れたり、ポインターの指す先からデータを取り出すことができます。
ポインターの指す先というのは、矢印の先についているデータ型の枠の下にある箱のイメージです。例えば、キャラ型を指すポインターの指す先は、キャラ型の箱になります。イント型を指すポインターの指す先は、イント型の箱になります。ダブル型を指すポインターの指す先は、ダブル型の箱になります。ポインターの指す先は、アスター演算子を使って表します。イント型を例に説明します。イントアスター型のポインター変数 p が何かを指していた場合、ポインタの指す先であるアスター p は、このようなイント型のデータを入れる箱のイメージになります。このようなプログラムがあった場合、どのようにデータがセットされていくのかを説明します。アスター p にミツルを代入すると、このアスター p の箱に10がセットされます。次に、アスター p にアスター p× アスター p を代入すると、まず、アスター p× アスター p が計算されます。アスター p には10が入っていますので、10×10 が計算され、その結果が100になります。そして、この100がアスター p に代入されます。アスター p は、このように、変数名と同じように書くことができます。最後に、覚えてほしいことをまとめました。ポインターはアドレスです。ポインターは矢印で表記します。ポインターの指す先にはデータ型の枠がついています。ポインターは指す先のデータ型にアスターをつけたデータ型になります。ポインターは&演算子や配列名を使って求めることができます。ポインターの指す先はアスター演算子を使います。ポインター変数はポインターを入れるための変数です。ポインター変数宣言は、変数名の前にアスターを書きます。配列要素を指すポインターは整数と加減算できます。これで、ポインターについての説明を終わります。